どうもこっちです。今日はね、ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブンのオンライン対戦におけるコツとか、あと、ローカルルールとかね、こういうことはね、あんまりやらない方がいいっていうのをね、いくつか説明したいなと思ってこの動画を撮っております。このゲームね、最近始めたよって方とか、あと、今年の秋にね、ジョジョの奇妙な冒険 ASBR っていう新作の1対1の格ゲーが出るんですけど、まだまだね、このゲームもその独自のね、面白さっていうものがあるので、勝手損のない作品だと思うので、今日はね、オンライン対戦についてちょっと話したいと思います。まず、このゲームの回線について語ります。このゲーム、回線があんまり強くはないです。なのでね、無線で遊ぶと、すごくラグります。なので、このゲームを遊ぶ際は、ちょっと大変なんですけど、有線 LAN を使うことがおすすめです。で、次にこのゲームの部屋立てについて話しますね。このゲームで部屋立てをする際に、ぜひね、始めたての方にね、覚えてほしいのが、チーム振り分けについてなんですけど、これは間違いなくホストがおすすめです。なので、クリエイトするときに、ここだけちょっとホストに変えるというのがおすすめです。なんでかっていうと、このチーム振り分けをホストにすると、2P の人はこの人のチーム、3P の人はこのチームという風に自分で振り分けることができます。なので、これで立てて人が入ってくるのを待つんですが、なかなかこのゲームね、人がすぐには集まらないゲームなので、なんかね、シェアプレイやってみたりとか、あと、フレンド登録とかして、で、他の人とね、遊べるようにみたいな感じでね、ちょっとずつ輪を広げていくのもいいと思います。で、ここからはね、対戦中で、今ちょっとね、オンライン対戦潜らずにコンピューターでやっちゃうんですけど、オンライン対戦で一番大事なことっていうものをね、語りたいと思います。このゲームのね、最も大事なことはこれです。このデュアルコンボです。これデュアルコンボっていうシステムです。これです。これもうね、持った瞬間に使いましょう。これはこのゲームで最も大切なものはコンボの強さとかね、あとその1対1の強さとかではなくて、いかにね、このデュアルコンボを繰り返せるかってとこなんですよね。なので、デュアルコンボ持った瞬間に使うっていうのが本当に大事になります。このゲームね、全ての行動の優先順位の中で一番デュアルコンボを応答するということが大事になります。なので、最初はね、なかなか慣れないところもあると思うんですけど、デュアルコンボはもう本当に持った瞬間に使うので大丈夫です。なので、このゲームを遊ぶ際には、まずデュアルコンボをとにかく応答するということが大事になります。最後にね、このゲームのオンライン対戦におけるいくつかのローカルルールというものを話したいと思います。あくまでなんでローカルルールかっていうと、国によってね、違うルールがプレイヤーの中で浸透してたりとかするので、あくまで日本の中の大多数の人でお互いにね、楽しめるためにこうした方がいいんじゃないかっていうね、ことを決めたルールというものをね、これから話したいと思います。まず、デキンと呼ばれてるキャラについてですね。マライアと、あとペットショップが強すぎるから使わない方がいいと言われております。これについてもね、結構前に動画を出してるので、そちらでね、確認していただけたらいいんですが、簡単に言っちゃうと、マライアは火力お化け、で、ペットショップは害悪戦法ということでね、あんまりね、使わない方がいいと言われてたりします。これが一つ目のローカルルールと言いますか、ペットショップとマライアは強すぎるから許可をもらったりとか、あと友達とのね、間だけで使おうみたいなところがあります。で、次に言うルールっていうのは、バグはね、自分で知っててわざと使うのは絶対にやめましょうということです。例えばこのジョウスケというキャラですね。このゲームね、声に使っちゃいけないバグというのがいくつかあるんですけど、その一つがね、ジョウスケの飛び道具無効バグです。今ね、ちょっとわざと起こしたんですけど、自分は絶対ね、ノラではこの技は使わないので、もう一回やってもらおうかな。今ジョセフの弾がすり抜けたのが見えたと思うんですけど、ジョウスケってね、 R2 を使った時に攻撃を中断されると飛び道具がね効かなくなるんですよね。バグをね対戦に使ってで無敵判定を得て一方的に勝つみたいなこともできちゃうので、キャラによってはね。なのでバグをもしね知った場合は絶対にわざと使うのはやめましょうというところがあります。もしね、これバグだよって注意されたら、ぜひね、始めたての方はね、もう使わないようにっていうのを心がけるのが大事ですし、このゲームね、長く遊んでる方がもし始めたての方がバグを使ってるのを見て、バグって気づいてない可能性もあるので、そういうとこを見たらね、ぜひDM か何かでね、このゲームはバグをありにしちゃうと、やっぱ何でもありになっちゃうから、使わない方がいいよっていうのをね、教えてあげたらね、お互いね、楽しく遊べるかなと思うので、優しさも必要かなと自分は思います。なので2つ目は意図的なバグを使うのはやめようというところですね。
で、3つ目のローカルルールなんですけど、なんでね、ボイオン岬みんな選ぶのかっていうことについて話します。このゲームね、他のステージだと、もろにね、キャラの有利不利が出るステージっていうのが多いです。わかりやすいところで言うと、このネアポリス駅ですね。このネアポリス駅って、プロシュートっていうキャラが出てくるんですけど、そのキャラクターがスタンド能力で、全員のキャラクターを老化させることができるんですね。この老化って、吸血鬼キャラには効かないんですよ。なんでかっていうと、原作でもあった通り、吸血鬼っていうのはね、年を取らないというところで、面白いね、原作再現だなっていうところはあるんですけど、これをね、悪用することもできちゃうんです、逆に言えば。みんな知らない中で、自分だけね、吸血鬼キャラ選んで、ネアポリスエティを選んで、で、相手が老化してる時にボコボコにしようみたいなね、そういうこともできちゃうんですよ。そういうことが一番少ないのがボイオン岬ということになります。なので他のステージで遊びたいよって方がいたら、自分で部屋を建てたりとか、あとフレンドを誘ってね、今日はいろんなステージで遊びませんかとかね、行ってみたりとか、ボイオン岬以外で遊んでる方がいたらその部屋にねスッと入ってみたりとかで、他のステージでもね対戦をするとまた違ったね楽しさっていうものもあるのも事実なので、そういうことでネット対戦ではほぼボイオン岬が選ばれます、このゲームでは。次4つ目のローカルルールかな。ローカルルールではないです、これはもはや。これは当たり前のマナーですが、切断はやめましょう。どのゲームでも切断っていうのは良くないです。このゲームね、2対2で遊ぶ際っていうのは、自分が死んだ後もビジョンというものになれます。なのでこのゲームね、自分がやられちゃっても切断はせず、最後までねビジョンを使って相方をサポートするということが大事になります。このゲームね、コンボブレイクっていうシステムがあるので、ビジョン状態で敵の攻撃を中断することができたら、味方がね、デュアルコンボゲージを貯めることができて、味方に意思状態を1個追加することができます。簡単にまとめると、自分が死んだ後も味方をサポートして、味方を勝たせることができます。なので、このゲームでは切断はやめて、最後までね、ビジョンになっても戦うということが大事になります。で、同じくこのビジョンモードでもう負けたからいいやってなって放置するっていうのも良くないので、ぜひ最後まで戦うっていうことが大事になってきます。このゲーム、プレイヤーがね、他のゲームと比べてそんなにいないのと、あともうすでにね、今残ってる方っていうのはみんなこのゲームが楽しくて遊んでる方なので、お互いにね、気持ちよくその正々堂々と楽しめるようにマナーを考えながら遊ぶっていうのも必要になってくるかなと思います。このゲームに限らずね、どんなゲームでも画面の向こうには一人の人間がいるんだよってことをね、考えながらお互いに楽しく遊べたらいいかなと思います。ということで今日の動画は以上になります。まだまだこのゲームっていうのは遊べますし、なんなら ASBR が出た後でもね、多分自分は遊んでるんじゃないかなと思っちゃう感じのゲームなので、ぜひ機会を見つけてね、このゲームを触れてみるっていうのもいいかなと思います。ということで以上です。アリーベデルチ。バイバイ。